私は大谷ゆり、26歳、OL。子供の頃から自分の容姿が大嫌いだった。憎んでさえいた。この人は隣町の農家の長男。ゆりさん働き者だから農家に嫁いでもやってけるわよ。こっちの人はバツイチで2人の子持ちだけどサラリーマンで結構お金持ちよ。この頃周りが結婚しろとうるさくなった。姉が盛んに見合い話を持ってくる。悪いけど私まだ26だし、そんなに結婚したいとか考えてないから。私に来る見合い話は労働力としての嫁や誰でもいいようなものばかり。もう26歳でしょ。30歳過ぎたら見合い話も来なくなるわよ。ゆりさん、高望みしてるんじゃない？自分の身をわきまえなさいよ。こんな話でも来るだけありがたいと思わなくちゃ。ひどい。どうしてこんな言われ方しなきゃいけないの？子供の頃からそうだった。近寄るなブスゴリラ、来たね。ブスで毛深いからとバカにされいじめられてきた。父親にさえブサイクと罵られた。私の顔は親譲りだ。兄も私とよく似た顔立ちで性格はいいが女にモテるタイプではない。そんな兄と見合い結婚した姉も正直冴えない女だ。二人の間の子も可愛いとは言えない。二人の結婚は縁遠い者同士が妥協した結婚に思える。私はそんな結婚はしたくない。好きでもない人と無理に結婚しても幸せになれるとは思えない。ねえゆりさん、とにかく会うだけでも会ってみなさいよ。お母さんのためにも早く結婚して安心させてあげなくちゃ。ええ、小姑を追い出したいのが姉の本音だろうけど、私も母のためには結婚したいとも考えてしまう。母はがんで余命わずかと宣告され入院中だ。お見合いダメだったんだって？ごめんね。母はその養子のため結婚が遅く、父と見合いで結婚したらしい。父は酒癖の悪い粗暴な男で、私が中1の時事故で死んだ。母は女手一つで私たちを育ててくれた。母も綺麗だったら再婚できたかもしれない。そもそもあんな父とは結婚しなかったかもしれないのに。ゆり、気にしちゃいけないよ。え？ゆりは父さんが死んでからずっと家のことをやってくれて、料理も他の家事も上手にできる頑張り屋で優しい子よ。いつかあなたのそんな内面を分かってくれる人が現れるわよ。人は外見じゃないからね。いつもの母の口癖。ありがとう。でもねお母さん、誰も内面なんか見てくれないのよ。私もできることは努力してきた。勉強も仕事も頑張ったし、他人に嫌われないよう気を使ってきた。動物が仕事できてもね、おつぼねまっしぐら、当てつけがましく雑用までしてさ、うざいっての。見合い相手もいくら家事ができてもあの顔じゃあね。家政婦代わりでもごめんだよ。限度ってものがあるでしょ。ちょっと今の人すんごすぎ。かわいそう、マジやば。通りすがりの人にさえバカにされる。なぜ醜いからと蔑まれなければならないの？結局人は外見なのよ。母には悪いと思うけど、いつか整形するためお金を貯めている。しょうがないじゃない。この顔はいくら努力してもどうにもならない。私だって恋もしたい。男の人に愛されたい。整形だっていい。
きれいになりたい。他人にバカにされずに生きたい。母の死を機に整形することを決めた。それじゃ落ち着いたら連絡先を知らせるから。おう。たまには帰ってらっしゃいね。お兄ちゃん、あれありがとう。わがまま言ってごめんね。いや、元気で暮らせよ。母は結婚資金にと私名義の貯金を残してくれた。そして兄が姉に内緒で用意してくれた母の生命保険金の半分を持って家を出た。行き先と整形のことは告げなかった。自分で貯めたお金と合わせ600万。整形して新しい生活を始められるだろう。東京へ出てアパートを借りた。そして脱毛と顔全体の整形手術を受けた。頬骨とエラを削り、上顎を切り詰め、目も鼻も口もすべて作り変えた。今日から働いてもらう大谷ゆりさんだ。よろしくお願いします。そうして手に入れた顔、住人並み程度にはなれたと思う。できました。もう誰もバカにしない。ありがとう。残業手伝わせて悪いね。大谷さんは仕事が早くて正確だから助かるよ。仕事も認めてもらえる。そしてもしよかったら僕と付き合ってもらえませんか？え？彼は岡野栄一、30歳。都内に持ち家あり、出世有望なエリートと女子社員に人気のある人。私なんかでいいんですか？私田舎育ちで、他にもっと綺麗な人もいるのに。大谷さんだって綺麗ですよ。でも外見だけで好きになったんじゃない。大谷さんは仕事もきちんとしているし、雑用も嫌がらない。控えめで他人への気配りもできる優しい人だ。そんな内面が好きなんです。自分の内面を認めてくれる人がいる。それがとても嬉しかった。初めてだったの？恥ずかしいわ。変よね、いい年して。そんなことないよ。僕はむしろ嬉しいよ。中学の時、父が死んで、母が働いていたから家のことはずっと私がやってきたの。母も半年前がんで亡くなったんだけど、母の看病もあったし、男の人と付き合う機会もなくて。苦労したんだね。だからゆりは優しいんだね。僕も2年前に父が死んで母と2人暮らしなんだ。できれば結婚しても同居したいと思うんだけど、結婚を考えてくれないか？結婚嬉しい。結婚はしたいけど、整形のこと隠したままでいいの。栄一さんは内面が好きと言ってくれた。正直に話せば分かってくれるかもしれない。でも前の顔を知られたくない。隠して結婚しても、もし前の私に似てる子供が生まれたりしたら、どうしたらいいの？とても嬉しいけど、少し考えさせて。決心がつかないまま返事を先延ばしにしていたが。うまい。ゆりは料理も上手だね。どうしたの？なんだか気持ち悪くて、この頃体調が変なの。もしかしたら子供ができたんじゃ？本当に僕たちの子供ができたんだね。やったー、嬉しいよ。結婚してくれるよね。こんなに喜んでくれるなんて。優しい、いい人。栄一さんが好き。この人と結婚したい。はい。整形のことを黙っているのは騙すようで後ろめたいけど、やっぱり醜かった顔は知られたくない。子供が私に似るとは限らないわ。栄一さんによく似た子が生まれるかもしれない。それに似てない親子だっているじゃない。きっと大丈夫よ。
本当に栄一の子なの？え？親もいない身寄りもない素性も知れない田舎者だなんて栄一を騙してるんじゃないでしょうね。母さん、失礼なこと言うなよ。うちだって父親がいないだろ。ゆりは真面目な優しい人だ。病気の母親を支えてきて、男と付き合ったこともないような人だよ。栄一さん。料理も他の家事も上手だし、同居だって快く応じてくれた。一緒に暮らせばゆりの良さがわかるよ。栄一がそうまで言うなら仕方ないわね。よろしくお願いします。そうして私は結婚し仕事を辞めた。結婚後一度だけ兄に連絡を取った。整形して結婚した？大丈夫なのか、整形なんて。手術後も特に問題ないわ。夫も優しくて経済的にも申し分のない人よ。子供も生まれるの。夫には整形のことは話してないの。昔のことは知られたくなかったから。お兄ちゃんを結婚式には呼べなかった。勝手なこと言ってごめんなさい。でも過去は捨てて新しい人生を生きたいの。本当にそれでいいのか？お前はそれで幸せなのか？そう、私は幸せよ。姑に気に入られるように家事は手を抜けず気を使う毎日だけど、おいしいわ。料理が得意なのは本当のようね。少しずつ姑も認めてくれているようだ。身重なんだ。無理するなよ。夫は変わらず優しい。子供が生まれれば母さんも変わるさ。どんな子が生まれるか楽しみだな。そうね。気がかりは子供のことだけ。あなたによく似た男の子がいいわ。心からそう願った。しかし生まれた子は前の私によく似た女の子だった。なにこれ、可愛くない子ね。全然栄一に似てないじゃない。ねえ栄一、本当にあなたの子か病院で調べてもらいましょう。バカなこと言うなよ。生まれたばかりで顔立ちなんてはっきりしないだろ。子供の顔は大きくなれば変わっていくよ。夫はそう言ってくれたが、娘の彩香は成長するほど昔の私にそっくりになっていく。ああ、やだやだ。本当にブサイクな子ね。一体誰に似たんだか。栄一にもあなたにも少しも似てないじゃない。私はそんな醜い子、孫だなんて認めませんからね。姑は娘を嫌い、抱こうともしない。ブサイク、醜い。まるで私が罵られているようだ。しかしわからないものだな。君と僕とでこういう顔の子が生まれるなんて。女の子なのに少し気の毒だな。そうよね。栄一さんだって醜いと思うわよね。そろそろ次の子も考えようよ。今度はどんな子かな。ごめんなさい。疲れてるから。娘が生まれてから夫を拒んでいた。ゆり、お前、彩香が生まれてからなんか変だぞ。そんなことないわ。本当に疲れてて。また自分に似た子ができたらと不安だった。そうか。じゃあもう寝よう。どうしよう。夫にまで変な誤解をされるより本当のことを話した方がいいかしら。どうしてこんな子が生まれたの。まるで昔の私が幸せを壊しに来たみたいだ。ごめんください。はい。お兄ちゃん？ってゆりなのか？驚いた。別人じゃないか。電話一本だけで連絡先も教えてくれないし、幸子も心配してお前の居場所を探してくれたんだ。どんな人と生活しているか
一度くらい会わないと安心できないよ。お姉さんが？私は会ってほしくないわ。昔のことは知られたくないって言ったでしょ。お願いだから二度と来ないで。おい、はあ、ただいま。おかえりなさい。今誰か来てたようだけど。え？あ、セールスマンが。見られた？そう、でもどこかで見たような。あ、さっきの男、綾香にそっくりじゃない。綾香はあの男の子供だったのね。やっぱり男がいたのね。家にまで引っ張り込んでなんて人なの？違います。あの人は何？兄なんです。ぬけぬけと白々しい嘘を。兄にしてはあなたと少しも似てないじゃない。だいたいあなた身寄りがないんじゃなかったの？まさか近親相関の子だとでも言うの？そんな、違います。岡野さん、速達です。ご苦労様。あら、私宛て？愛犬の大谷幸子？誰かしら？知ってるの？兄嫁です。お姉さん、一体何を？兄嫁？本当に兄がいるの？誰の写真？さっきの男に似てるけど。田舎を出るとき、写真は全部処分したはずなのに。なんなの？一体何がどうなってるの？その兄嫁という人に連絡しなさい。その人に直接説明してもらいます。もうあなたの言うことなんて信用できないわ。あら、ゆりさん、久しぶりね。写真届いた？探すの苦労したのよ。私に黙って保険金使って整形して男騙して結婚するなんて汚い真似してくれるわね。ひどいわ、お姉さん。何してるの？代わりなさい。もしもし、お手紙くださった方ね。ええ、そうです。なんですって？整形？これがユリ？そうよ、その醜い顔が本当の顔よ。栄一は騙されていたのよ。ゆりさんには本当はお兄さんがいるのよ。母親が兄夫婦に残した保険金を勝手に持ち出して何百万もかけて整形したんですって。ユリ、ごめんなさい。騙すつもりはなかったの。何度も打ち明けようと思ったのよ。だけど前の姿を知られたくなくて言えなかった。整形じゃダメ、外見だけで好きになったんじゃないって言ってくれたでしょ。内面が好きだって言ってくれたでしょ。内面ですって？整形して男を騙す浅ましい性ある女のくせに。まあこの顔じゃ整形したくもなるかしら。いや、その子だって本当は誰の子かわかるものですか？少女だったふりしてそっちも手術してたんじゃないの？離婚よ。その汚らわしい子を連れてとっとと出て行きなさい。綾香は栄一さんの子です。私は他の男と付き合ったことはありません。これだけは本当よ。信じて、栄一さん。栄一さん。僕はもう君を信じられないよ。離婚され、慰謝料もなく娘と2人追い出された。法的に争うこともできたと思うが、整形のことで負い目もあったし、公的な場でこれまでのことを晒してまで争うのは嫌だった。結婚前の預金でなんとか安アパートは借りられたが、これからどうしよう。姉のいる田舎には帰りたくない。とにかく働かなくちゃ。綾香の保育所も探さなきゃ。整形っていけないことなの？醜いからと蔑まれ、整形すれば浅ましいと罵られる。それじゃあ私はどうすればよかったの？
ま綾香。綾香を見るのがつらい。捨てたはずの昔の自分に責められているようだ。これがお前の本当の顔。結局女は顔なのよ。醜い女は幸せになれないのよ。これからこの子と二人で生きていかなきゃならないの。こんな子産むんじゃなかった。この子がいたら私は幸せになれない。どうせ醜い顔で生きていたって辛い人生を送るだけなのよ。新聞でーす。私なんてことを。ごめんね。お前だって好きで醜く生まれたんじゃないのに。そうよ、私だってせめて人並みに生まれたかった。誰だって醜いのは嫌よ。そうよね。綾香だって綺麗になりたいわよね。大丈夫よ。ママがいつか綺麗にしてあげる。人は外見じゃないなんて綺麗事よ。自分が醜くないから言えるのよ。私は今娘を夜間保育に預け、ホステスとして働いている。いずれ娘が望むなら整形させようと考え、お金を貯めている。結婚には失敗したが、整形したことは後悔していない。整形でもいい。せめて人並みでありたい。そう思うことはいけないことなのでしょうか。